皆さんこんにちは。翔平クッキング TV へようこそ。早速ですが、本日作るのはタイトルにもある通り、トロトロ豚角煮チャーハン。というわけでみんな大好き豚角煮チャーハンですね。特に男の子って基本的にみんな角煮大好きなんですよ。嫌いな人見たことない。町中華でも定番ですけど、そんな角煮をチャーハンに入れたら、そりゃ美味しいに決まってますよね。それに今日の角煮チャーハンは僕のオリジナルレシピで作るのでめちゃくちゃ美味しいです。これを知ったら角煮チャーハンを食べるために外に行く必要はありません。まあ口で説明してもしょうがないので、論より証拠ってことで早速調理編へレッツゴー。じゃあまず最初に本日のメイン食材登場です。せーの。じゃあこちらが本日使用する豚バラブロック。これでだいたい2キロ弱あります。この後の流れとしては、豚バラを掃除して、下茹でして、調味料で煮ていくっていう流れになるんですけど、この豚バラ、すでに掃除されてまして、本来であればここに骨がついてて、その周りに薄皮がたくさんついてたりとかして、そういうのを除去する作業があったんですけど、お肉屋さんが気を利かして掃除しておきましたよって言って用意してくれてたので、今日はありがたくそのまま使わせていただきます。なので、掃除する工程は省いて、下茹でして調味料で煮るっていう流れになります。じゃあ、煮込んでいきましょう。じゃあ、下茹でしていくんですけど、僕は3回に分けて下茹でしてます。1回目はお水、2回目、3回目はお米の研ぎ汁を使って、細かい話はやりながら話していきます。で、先ほどのお肉、お水をダバー。火力全開で一沸かしします。1回目の下茹では沸騰したらお湯を捨てて流水でしっかりお肉を洗ってあげたらおしまい。最初茹でるときってどうしてもお肉の臭みがすごい出るので、それを早めに水を変えて取ってあげようっていうことです。じゃあしっかり沸騰してきたので、これで一回水を変えてお肉を洗います。じゃあ流水でしっかり洗います。じゃあ下茹で2回目、お肉。米の研ぎ汁ですね。研ぎ汁で茹でることによって、臭みがだいぶ軽減されるので、僕はすごい感じましたね。研ぎ汁使ったのと使ってないのとだと。これで沸いたら30分煮て、水を変えて、また研ぎ汁で30分っていうのを2回繰り返します。2回目の下茹では、研ぎ汁が沸いたら30分。そうしたら水を変えて、もう1回研ぎ汁で30分っていうのを2回目、3回目って繰り返します。じゃあしばらく煮ていきます。では2回目30分、3回目30分、計1時間煮込み終わったので、下茹で完了です。1時間煮ただけだとまだ全然柔らかくないですね。次は調味料で煮込んでいきます。豚バラを煮込んでいく調味料などがこちら。水、醤油、酒、みりん、砂糖、長ネギ、生姜、ニンニク、八角。調味料の割合がだいたい4対1対1対1対 0.5。こちらで作ります。それで本日作る角煮のお話なんですが、普段僕が好きな角煮ってしっかり濃いめの塩分でさらに甘めに煮込んだものが好きでたまに作るんですけど、本日はチャーハンと一緒に鍋で炒めるので、塩分、甘みを少し控えた配合にしてあります。さらに豚の脂が全体に溶け出すくらいトロットロに煮込んだものをイメージして作ろうと思います。じゃあ先ほど下茹でした豚バラを紹介した調味料、野菜などを入れて煮ていくんですが、おそらく2時間3時間くらいかかりますかね。はじめの1時間1時間半くらいは水、お酒、あとはこちらの野菜や香辛料を入れて煮ていきます。醤油、みりん、砂糖はまだ入れません。皆さん聞いたことあるかもしれないですが、あまり高い濃度の塩分、甘みで長時間煮込むと逆にお肉が硬くなっちゃうので、まずはこちらで煮てしっかりと柔らかくなっていることを確認したら追加で入れていくって流れでいきます。すでに米の研ぎ汁で1時間ほど下茹でしてあるから、油も臭みもだいぶ抜けてると思うんですよ。ただ僕のこのやり方だと、さらに余分な油も臭みも抜けるのでおすすめですよ。じゃあ煮ていきましょう。ネギはワイルドに。生姜の中身は煮込んで食べるように使いたいので、ざっと皮だけ。八角。
じゃあ豚バラ入れて、落とし蓋をしたらお肉の様子を見ながら1時間から1時間半ぐらい煮込んでいきます。じゃあかれこれ1時間半ほど煮込みました。だいぶ柔らかくなってると思うんですが、どうでしょう。竹串刺してみて、スッと入れば柔らかいですね。十分。だいぶ柔らかくなってます。そうしたらこちらに調味料の醤油、みりん、砂糖を入れて30分から1時間ほど煮込んでいきます。ちなみに水分量を測ってみたんですけど、茹で始めは水が2リットルに対してお酒が 500cc の 2.5 リットルで茹で始めて1時間ほどコトコト煮たら水分量が2リットルになってましたね。500cc 減ってました。それに先ほどの調味料を入れて煮込んでいきます。では豚の角煮煮終わりました。もうトロトロになってると思うので、こちらでバットに上げていきます。では切り分けていきます。角煮の付け合わせ用完了。角煮の付け合わせ用の半熟ゆで卵を作っていきます。僕はもう中がトロットロに半熟のゆで卵が好きなので、時間配分もそれにしてあります。では、沸騰したお湯にお塩、お酢、しっかりと沸いたところに冷蔵庫から出したばっかりのゆで卵、違う、生卵。これ割れちゃうんで、優しく入れてください。入れたら6分30秒のタイマー。ちなみにゆで卵を作るときに塩とお酢なんで入れるのって疑問に思ってる方いると思うんですが、なんかいろいろネットとかでも言われてるんですよね。塩を入れることによって沸点を上げて温度を高く保った方がゆで卵が綺麗にできるとかあるんですけど、僕はなんか科学の本みたいので読んだときに、お酢と塩にはタンパク質を凝固させる作用があって、なのでひびが入って卵が割れてしまった時などにも卵白が飛び出してきづらくて綺麗にできるっていうのを読んだことありますね。じゃあ6分半経ったので氷水にあげます。しっかり冷えたら殻むきます。
こちらは角煮の煮汁と一緒に後で一晩一緒に漬けるので、先に油でさっと揚げます。チンゲン菜もさっと塩水で茹でて火入れます。だいたい20秒くらい茹でたら火入っています。そしたらそれぞれバットに並べて豚肉を煮込んだ煮汁で一晩漬けます。しっかりラップを落として冷蔵庫で一晩。では本日の動画も大詰め。一晩寝かしたこの豚バラたちを温め直して、チャーハンと角煮を盛り付けていきます。じゃあ気合い入れていきます。もう一パターン。こうやって斜めに包丁を入れていきます。だいたいネギの半分ぐらいにいくまで。そしたら180度反転させて同じ方向に斜め。チャーハン用のカット完了。じゃあこれからチャーハン作るんですけど、その前にちょっとだけ下準備。合わせ調味料を作っていきます。これただのお湯をスプーン2杯入れました。こちらに鶏ガラスープの素。ごま油も少し。お醤油も少し。胡椒、塩、味の素も一つまみずつぐらい入れます。これでしっかり混ぜ合わせておけば合わせ調味料の出来上がり。この合わせ調味料を作っておくことによって5個も6個も調味料を入れてる時間を省くことができて、効率よく料理に集中することができますね。次に卵、とりあえず2つ割ります。しっかりと溶きます。そしたら少量だけ別の容器に取っておきます。だいたい3分の1とか4分の1ぐらい。そしたら多い量の方の卵、こちらに今日使うご飯を入れます。先に卵と混ぜ合わせておきます。これをすることによって一粒一粒に卵をまとっていてパラッパラのチャーハンに仕上がります。はい、こんな感じ。
こちらの少量取った卵はどうするかというと、これはこれでフライパンで炒めて、炒り卵みたいにして卵の存在感を出すために別でちょっと取ってあります。ってな感じでチャーハンの準備もできたので、早速作っていきます。火力全開でいきます。もう湯気が出るぐらい油を熱々に熱してフライパンになじましていきます。で、一度この油は捨てて、新しい油を引いて、いざ炒り卵を作ります。卵を入れる時だけは焦げ付きやすいので少し火力を落としてます。炒り卵になったら先ほど混ぜ合わせたご飯をここで中華屋さんとかだとこうガンガンにフライパンを煽ると思うんですけど、中華のコンロじゃないと火力がそんなに強くないので、フライパンをこう煽るときに遠ざけてしまうと火力が落ちちゃうんですよ。なので極力フライパンをコンロから離さないようにして火を入れます。たまに煽ってあげる。全体的に火が通ってパラパラになってきました。そしたらニンニク、パラパラになってきたのでもう煽り始めます。
じゃあ、ゴロゴロ豚角煮チャーハンと豚の角煮完成しました。それでは実食していきます。まずはチャーハンから。いただきます。トロトロに煮込まれた豚の脂と一緒に煮込んだタレがご飯によく絡んで、すごい美味しいです。角煮の方もフォークでスッて切れますね。いただきます。角煮もほんと言わずもがな美味しい。タレも配合ちょうど良さそうです。どちらもすごい美味しいです。詳しい話はまた後ほど。ということで、実食まで終わりました。やっぱり角煮は美味しいですね。冒頭でも言いましたが、角煮が入ったチャーハンなんて美味しいに決まってるんですよ。今回のようにチャーハンにしても、そのまま食べても、他にもラーメンに乗っけたり、パンに挟んだり、衣をつけて揚げたりと、汎用性も高いですし、いいですよね。しかし、やはり角煮。今回これでもかっていうほど茹でて油を抜いたにもかかわらずまだ重たいと感じましたね。これに関しては皮面の油を肉の掃除の段階でかなり削ぎ取ったり、バラ肉だと油が多いので肩ロース肉など油が少ないものでやるとカロリー高いのが苦手って方は食べやすくていいかもしれないです。僕ももう若くはないのでたくさん食べるのは厳しいですね。ハイカロリーほんと厳しいって。では本日の動画いかがだったでしょうか？この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。この動画についての感想やご意見をコメントいただけましたら今後の参考にさせていただきます。どんな些細なことでも結構ですのでぜひよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。